今日はレインボーブリッジを歩いて渡ってみたいと思います。こんにちは、ルックアラウンドヨネちゃんです。レインボーブリッジといえば東京湾岸最強アイコンの一つ。建設はバブルの時期1987年から、当時は日の出桟橋とか芝浦側が盛り上がっていましたが、6年かかって完成した頃にはバブルを弾けちゃいまして、同じ時期に当時最強イケイケテレビ局のフジテレビが新宿川田町からお台場に移り、踊る捜査線なんかもあって、レインボーブリッジといえばすっかりお台場のイメージとなり今日に至ります。というわけで今日は湾岸港湾地区で当時から人気の湾岸食堂本店さんでお昼ご飯をいただこうと思います。以前からこの近辺や食堂がドラマに登場することがありました。実際はこの近辺で働く人たちの共同社員食堂的な感じで、今は平日のランチのみの営業、昔は夜もやってるレストランだったと思います。 A ランチにしてみましょう。この日の A ランチは鶏もも肉のネギ塩だれ焼きとおまけのコロッケです。これで680円なんです。めっちゃ安くない？レインボーブリッジができた頃からある食堂ですが、全然綺麗ですよね。平日ランチのみですが、一般の方も使えますし、20台以上止められる駐車場もありがたいです。さて今日の目的地、レインボーブリッジの芝浦アンカレージはすぐ近くです。このパイロンの向こう側が自転車とバイクの駐輪スペースになっていました。レインボーブリッジのプロムナードを歩いて渡るには、このアンカレッジから入って晴海豊洲方面が見えるノースルートか、芝浦大井お台場方面が見えるサウスルートに向かいます。営業時間は9時から21時、冬は10時から18時と季節によって違うみたいです。ちなみに自転車はプロムナードは乗って走れないみたいです。なんか手作りスケボーみたいな台車を借りて、リアタイヤにつけてゴロゴロ押していくという謎仕様のようです。だから電動キックボードはダメかもしれないですね。今回はノースルートで渡ってみましょう。道路の真ん中にゆりかもめの線路が見えますね。なんか結構常にガチャガチャ行ってるんですよね。手前のが芝浦ふ頭、この並びに日の出桟橋があります。向こうに見えるタワマン群が豊見、晴海、豊洲方面です。ガシャガシャ言ってるな。昔は水上バスが出てましたね。こっちが豊洲ですね。ちょっと昔話ですけど、かつて晴海には東京国際見本市会場っていうのがあってですね、今の幕張とかビッグサイトみたいなモーターショーとか PC エキスポとか、あと最初のコミケも晴海だったと思いますね。陸の孤島で結構遠くてね、東京駅からバス出てましたけど、僕は日の出桟橋から水上バスで渡るのが好きでしたね。その当時は豊洲は火力発電所だったか変電所があって、その関係で築地から豊洲への移転が大変だったんですよね。
連絡用電話がちゃんとあるんですね。台場側のアンカレイジはこの下に陸地がないので中を通過するだけなんですね。ワイヤーがここを通ってるんですね。思ったより遅い気がする。こうやって見ると結構交通量多いですよね。この上に高速道路も通ってるし。こっちからサウスルートに抜けられるみたいです。向こう側に行けちゃうみたいですね。橋の下をくぐって向こうに抜けるので、ここから見ると海面が結構近く見えますね。台場公園の方に出てきました。こっちは日差しが明るくてあったかいっす。改めてこちらがサウスルートから見るお台場ビーチ、お台場海浜公園、あとフジテレビの社屋が奥に見えますね。で、台場公園、第三台場ですね。で、こっち向きで芝浦に戻ります。フジテレビの社屋ができる前のお台場ってあんま覚えてないんですけど、80年代に船の科学館もうありましたね。てか他に何もない草っぱらだったような気がします。でもなんかプールがあって泳ぎに来た気がするな。その時どうやって来たかな。品川あたりからバスに乗って東京港トンネルを通ってきた気がするんですけど、まあなんせ40年ぐらい前だからあんま覚えてないな。その当時は13号埋め立て地とか言ってたと思います。湾岸線とレインボーブリッジができるまでは本当に陸の孤島だったんですよね。こちらは台場アンカレージを通ります。360度カメラってこういう使い方できて楽しいですね。落っことさないか内心ヒヤヒヤなんですけど。この橋は大型客船が下を通れるように50メーターぐらいの高さがあるそうです。でも羽田が近いので高さもそれなりに抑えなきゃならないという苦労があったそうで、船といえばね、屋形船がこの下を通って台場公園近くまで来たりして、あれいいんですよね。夏場なんかは東京観光にぜひおすすめです。でこっち側が品川埠頭かな。あそこからレインボーブリッジ綺麗に見えるんで、車とかバイクの写真撮る人も多いですよね。
もう芝浦側にやってきました。ループ橋ゆりかもめが登ってきますね。モーターサイクルショーに行く時とか豊洲からゆりかもめ乗ってビッグサイトに行くんですけど、帰りにレインボーブリッジ渡ってループ橋とかね渡りたくなって、で竹芝とか新橋まで行っちゃう時あります。そろそろ下に降りましょうか。今日は風があんまりなくて本当に良かった。立派なね出入り口があるんですごいなと思ってたんですけど、足元ね見てみると意外に作り付けがこう雑いというかまあこういうものなのねって感じですね。はい、まあ何せこの建物ね、もう平成昭和かなギリギリそんなものですからね、結構年月は経ってるんですよね。この下には芝浦ふ頭のグラウンド、ちょっとねちっちゃいサッカーコートみたいなグラウンドがあっていい感じですよね。さて最後にレインボーブリッジを渡って帰りましょう。僕のチャンネルでレインボーブリッジの一般動画を走ってる様子を撮ってるのは2回目なんですけど、やっぱこのループ橋がいいですよね。大型客船を通すために50メートルを上げるために作られたループ橋、バブルの時期にはね今まで見たことがないような構造物を作ってるんで、ちょっとした人気スポットになってたみたいですけど、みんなどう思ったんでしょうね。今回は芝浦の湾岸食堂で定食食べてレインボーブリッジを徒歩で渡ってみました。このチャンネルをご覧の方、圧倒的に40代以上が多いので、かつての東京の湾岸エリアの様子を想像したりしながら、ぜひ都内にバイク散歩に来ていただければと思います。ではまた次の動画で。バイ。